Life is Gamble This is 春ポーカーです。はい、ということでね、前回の動画見ていただけましたでしょうか。春ポーカー FT でインマネ直前で飛んでしまいました。前回疲労困憊の中ね、今回のトーナメントのねサイコロ振りまして、これに止まったよということで、今回のトーナメントはもしインマネできなかったら右手にうんこタトゥーを彫らなければいけないということで、激ヤバです。トーナメントインマネできたら視聴者還元っていうやつなんですけども、別にそれどうでもいいよ。ここにうんこ掘るのが嫌やから頑張るということで、今回出るトーナメントは APT アジアポーカーツアーメインイベント。参加費は56,500ペソかな。おそらく15万円ぐらいかかったトーナメントになります。さらに参加人数としてもね、メインイベントなので一番多いと思います。ここで上振れ引いてインマネしてうんこタトゥーを回避したいと思います。2大会連続不甲斐ない結果に終わっているので、名誉とお金とうんこタトゥーを守るために春ポーカー頑張ってきます。この APT メインイベントはストラクチャーが死ぬほどよく、14万円という参加費の中でかなり長い間ポーカートーナメントを楽しむことができます。故に実力差も一番出やすいトーナメントとなるので、序盤の段階からしっかり気合い入れていきたいと思います。というところで、春ポーカーのハンドは34オフスーツ BB からハイジャックのプレイヤーからレイズ425点が飛んできている状況となります。ブラインドは75150 BB アンティ150という状態なので、3倍弱のオープンが飛んできている状態となります。トーナメントも序盤なので、皆さん 100BB 以上のスタックを持っている状態、広くディフェンスしていっていいかなっていう風に思っています。というところで SB のプレイヤーがコールを選択。こうなるとなおさらコールできるかなということで、春ポーカーもコール。3プレイヤーでポストフロップを戦っていきたいと思います。今回もハンドカメラだけではなく、春ポーカー後方から捉えた映像があるので、そちらも楽しみに見ちゃってね。というところで3プレイヤーでフロップに参ります。フロップはデュースジャッククイーンの2スペードのボード。フロップはオールチェックでターンに向かいます。ターンは5のダイヤ。これは春ポーカーにとって嬉しいターンカードが落ちました。この時春ポーカーはエースが落ちても6が落ちてもストレートが完成するオープンエンドストレートドローを持っている状態となります。というところで SB のプレイヤーがこのターンに対してベッド725を選択。ここでコールを選択するかレイズを選択するかなのですが、 SB に対してはポジションも勝っていますし、さらにはオープンエンド、さらにフラッシュドローになりうるスペードとダイヤを抑えているため、これはかなりブラフに適しているハンドじゃないかなっていう風に思い、春ポーカーはレイズ2500点を選択しました。点数以下のミドルペアなどがエクイティの確保のためにこのターンでベットしていた場合は、このレイズで下ろせるんじゃないかなっていう風に思ってました。もちろんジャックヒットだったりクイーンヒットはおりませんが、リバーのカードによってブラフを継続しようと思いました。またエースハイフラッシュドローなどはこのレイズにはコールする形となります。その場合エースを当てさせた時に春ポーカーがっぽり取れるなというところで、リバーではフラッシュが完成しないタイプのエースが落ちてくれたら最高というところで、 SB のプレイヤーがこのレイズに対してコール。リバーはキングのスペードで、春ポーカーは惜しくもストレートを引けずですが、春ポーカー一応3のスペードを抑えているため、リバーでもブラフをしたいなっていう風に思っています。オーバーカードが落ちたことによってジャックヒットとかも下ろすベットを検討したいです。というところで SB のプレイヤーがこのリバーに対してチェックを選択。34オフスーツは完全にショーダウンバリューがないため、このポットを取るにはブラフベットをするしかない。ジャックヒット、さらにはクイーンヒットまでワンチャン降りてくれる額、そのサイズはいくらや。天上天下ユイが独尊。おれというところで、春ポーカーが選んだサイズはベッド5100点、ポット6425点に対しておよそ8割のベッドを展開してきました。ジャックは確実に下ろしつつ、クイーンもたまに下ろせるようなリスクヘッジされたベッド、あまり高すぎるともったいないかなっていう風に思いました。相手はこのベッドに対して証拠、頼む降りてくれ。3のスペードも持ってるフラッシュやで。相手はこのベッドに対してフォールド、34オフをちらつかせてナイス春ポーカー。デイ1からキレキレなポーカー見せつけちゃってというわけで、ブラインド変わりまして100、200、BB アンテ200の状態です。この APT メインイベントは1ブラインド1時間ということなので、かなりゆったりとポーカーができて、トーナメントというよりキャッシュゲームに近いかなというような感覚です。というところで UTG プラス1のポジションからクイーンズハイチョリアス、そして UTG のプレイヤーがレイズ600点を選択。 UTG からのオープンということで、相手のハンドも強そうではあるんですが、春ポーカーが持っているのはクイーンズ、こちらもかなり強いのでシンプルに3ベットを選択。選んだサイズはリレイズ1800点、
春ポーカーの方が UTG に比べてインポジションとなるのでシンプルに3倍を返していきました。これに対してもしも4ベットが返ってきた場合、春ポーカー降りるのも選択肢に入れないとなっていう風に思っています。というところで BB のプレイヤーまでフォールドで回って UTG のプレイヤーがどうするか。 UTG はこれに対してコールを選択。コールなら嬉しい春ポーカー、ヘッズアップでポストフロップに参ります。絶対にエースキング落とすな。緊急事態緊急事態、エマージェンシーエマージェンシー、エースキング落とさんとっちゃー。フロップは366の2ハートのボード。 UTG のプレイヤーはこのボードに対してチェックを選択。完全に春ポーカーにとっていいボードが落ちました。ハートも抑えていないので相手からチェックをもらった場合はシンプルに CB を打つようなボードでしょう。ポケットペアなどからバリューを取るべく春ポーカーは CB1600 点を選択しました。これに対して相手はスナップでコール。ボード的には6も被ってますし、相手のハンドレンジ的に3ポケはなかなか考えられないのでこのコールはかなり嬉しい。というところでターンは10のスペードが落ちました。これは少し嫌なカードが落ちたなと思っている春ポーカー。相手の印象的には固めのプレイヤーということがあったので、フリフロで春ポーカーの3ベッドに対してコールできるところ、さらにはフロップの CB にもコールしているのでそこそこのハンドは持っていそうな印象。ここで春ポーカーが打ってバリューターゲットになるのは8ポケ9ポケジャックスあたり。ターンの点でテンズにまくられてる可能性もありますし、エーシーズやキングスがスロープレイしている可能性もあるなっていう風に思いました。ここでベットしてチェックレイズを返されてしまってはかなり厳しい展開になるので、ここはあえてチェック、リバーを見てリスクヘッジした上でリバーでバリューベットを決め込んでいく作戦としました。するとリバーは5のスペード。このリバーに対して相手はスナップでチェック。このスナップチェックのアクションに対しては春ポーカーリバーでバリューベットを打ち込んでいきたい。このリバーで何も考えずにチェックをしてショーダウンまで向かう相手のハンドレンジを考えるとおそらく8899などのミドルポケット、そこら辺のハンドがコールしたくなるような最大限のベッドサイズを考えています。相手から最大限に搾取する、ポットを大きくするんや。影分身の術、ポット大きくなれ。春ポーカーが選んだサイズは先ほどのブラフベッドと同額5100点。それに対して相手はスナップでコール。相手はハンドをマックした。ハリー・ポッターと賢者のモード。間違い探しの間違いということで少しトリッキーなプレイラインではありましたが、最大限に相手からチップを搾取できたんではないでしょうか。ナイス春ポーカー。はい、ということでね、1回目のトーナメント休憩になりました。ちょっとあっちに会場があるんですけど、こんな感じでね APT 出てる人は無料で軽食が食べれます。春ポーカー現在1万4000点ぐらい増やして2万5000点スタートから4万点ぐらいまでチップ増やします。お腹もちょっと満たしていきます。10分休憩なんで早くします。ハンバーガー置いてあるよ。じゃあいただきます。食べる前が懐かしい。続いてのハンドですが、ボタンで春ポーカーにまたもやクイーンズが入っています。ミドルポジションのプレイヤーがリンプコールをしていて、春ポーカーがそれに対してレイズ1100点を返していっている状態です。ポジションもいいのでそこまで大きくレイズする必要はないかなと思い1100点を選択しました。まあ一度リンプしたならコールしてくれそうだなっていう額にしました。すると相手はこのレイズに対してコールを選択。ヘッズアップでフロップに参ることとなりました。先ほど同様エースとキングは落ちてくれんな。フロップは10 for デュースの2スペードのボード。春ポーカーにとってナイスなボードと言っていいでしょう。というところで相手のプレイヤーがこのボードに対してチェック。春ポーカー自身スペードも抑えていないので高頻度で CB を打つボードかなっていう風に思います。かましていいっすか。俺しかますで。必殺技かましたんやからここはデカめに打っていっていい。相手ビビらすでデカめに打つで。うっそー1000点ペット。俺のキモめなアフレコに惑わされてんじゃねえよ視聴者。ということで春ポーカーはこのようなボードにおいて滑っていても 30%CB などを打つことが多いのでそこら辺に混ぜて安めのベッド。するとまさかここで相手からチェックレイズ2500点が飛んできました。この方と同卓してる間ではこのようなチェックレイズはほとんど見せていないプレイヤーだったので何か匂いますが、春ポーカー自身スペードも抑えていません。相手のドローでのレイズ、さらには相手のエース10などでのレイズを消せていないため、ここはもちろんコールもしくはレイズの2択になると思います。ポジションもいいですし相手の動きを引き続き見ていきたいということで春ポーカーはここ一旦コール止めにしておきました。スペードとオーバーカード落ちんなと思いながらターンに向かいます。
ターンに落ちたのは5のクラブ。ワンチャンストレートを引かれている可能性もありますが、ほぼほぼラグと言っていいでしょう。相手のプリフロップのアクション的にも4ポケ2ポケあたりのフロップセット以外には負けてないんじゃないかなっていう風に思っています。ターンの相手のベッドサイズによってはレイズもありだなと思いつつ、相手のアクションを待っていきます。すると相手はここでベッド6000点を選択。結構大きなベッドサイズを選んできました。安めのベッドならレイズでポジションを生かしてリバー自由に動きたいなと思っていましたが、この大きなベッドに対するレイズはほぼオールイン要求になってしまいます。ポジションもいいのでここはリスクエッジが大事か。だな。レイズしてしまって相手からコールもらえるバリューターゲットとしてはエース点ぐらい、それ以外には負けてそうなのでここはコール止めにしておくことにしました。リバーはキングのスペード。このリバーに関しては春ポーカーにとってかなりのスケアカード、オーバーカードかつ落ちてほしくないスペードが落ちてしまいました。一応相手のハンドレンジにあるキング10以外の10ヒットはこのリバーで無茶することはなく手詰まりとなるでしょう。ですが相手はここでオールインをしてきました。ターンまでの強いアクションレンジからリバーではオールインが来ることをかなり予測していましたが、このリバーにおいてのオールインはかなり辛いものがあります。先ほども言った通り春ポーカーが勝っていた10ヒットなどはリバーで春ポーカー同様都合が悪くなるのでリバーはチェックでもあると思います。つまりこのリバーでのオールインはドバリューかドブラフの二極化されたベッドだと思います。本当にうざすぎるリバーが落ちたなと思いつつも、やはりトーナメントでのリバーのベッドオールインは特にバリューによっているので、ここは本当に悲しいですが春ポーカーはフォールドを選択。お前さ、そこのお前さ、お前ワンパンで乗すぞお前。おい、乗すって言ったら久しぶりやぞ。もうワンパンで乗すぞ、ちんちんパンパンやぞ。春ポーカー自身クイーンのスペードを抑えていないこともありますし、おそらくプロではない相手のリバーでのオールインはバリューによっているでしょう。リバーでの相手のベッドではオーバーフォールド、これがトーナメントでは鉄則。今回ポットを落としてしまったもののトーナメントの戦い方はしっかりできてきていると思います。次に生かす春ポーカー。続いてのハンドはカットオフで春ポーカーにキングクイーンオフスーツが入っています。ハイジャックのプレイヤーが725点にレイズしてきたので春ポーカーはそれに対してコールを選択しました。相手によってはコール、フォールド、3ベッド全てありなんですが、今回はコールを選択しました。するとボタンのプレイヤーもコールを選択。ボタンのプレイヤーは最近の春ポーカーチャンネルではおなじみの生涯獲得賞金10億円超えのマレーシアプロです。というところで BB のプレイヤーもオッズがあったのかコールを選択。4プレイヤーでフロップに参る形となりました。4ウェイポット、難しいシチュエーションになることも多いですが冷静に戦っていこうと思います。さあ楽に立ち回れるフロップください。というところでフロップはキング8デュースの2ダイヤのボード。春ポーカーはキングヒットプラスクイーンキッカー、さらにはクイーンのダイヤを持っているのでバックダウンフラッシュドローがついた状態となります。 BB のプレイヤー、オリジナルのハイジャックのプレイヤーもチェックして、春ポーカーもあえてチェックを選択。クイーンダイヤもあるので引き出すためにチェックを選択。春ポーカーがキッカー負けているところではエースキングのみですが、ハイジャックのプレイヤーがチェックしたのでその恐れはほぼほぼないでしょう。というところでここでショートのボタンのプレイヤーからベッド1500点が飛んできました。僕自身8ポケとか2ポケ以外には負けてないなっていう風に思っているので、できるだけコールしてほしいですが、どちらのプレイヤーもフォールドを選択。ボタンのプリフロップコールレンジにエースキングはさすがにないので、春ポーカーキングヒットの中ではおそらく最強キッカーでしょう。ダイヤのフラッシュドローなどにもバリューを取りたいので、ここはチェックレイズ4000点を選択しました。ここから相手のプレイヤーは長考に入られるので少し早送りにさせていただきます。このレイズに対して悩むってことはもう負けてることはほぼほぼないので、春ポーカーコールしてほしいところというかオールインしてきてほしい。春ポーカーがフラッシュドローでレイズしている可能性もあるので、そこら辺を考えてキングヒットがオールインしてきてくれたらなっていう風に思っていました。すると相手はまんまとここでオールインを選択。ショートということは春ポーカー大体分かっていましたが、念のためスタックを確認します。ここで相手のオールインの額が6700と分かったので、春ポーカーは迷わずコールを選択。すると最高、相手のハンドはキング10スーツ。春ポーカーキッカー勝ち、そのままキープお願いします。ターンは4のスペード、リバーはキングのハートで春ポーカーの勝利。危ねえ危ねえ、怖いドス。ショートではありますが春ポーカーチェックレイズにて有名プロを飛ばしました。ちなみに春ポーカーが座っているこの席、このテーブル上で一番最悪です。理由は今から説明します。怖いよ。皆さん見てください。怖いよ。本来おそらくお客さんからのチップが入れられる場所があるので、トーナメントチップがそこに入りそうで怖いです。見てくれこのチップの取り方、だるすぎるこの席。
続いてのハンドは春ポーカー BB から A3 スーツが入っていて UTG プラス1のレイズ先手に対して春ポーカー BB でディフェンスした状態となっています。ということでヘッズアップでフロップに、フロップはクイーン7デュースの2ハートのボード、春ポーカーはナッツフラッシュドローを持っている状態ですがドンクはせず一旦チェックで回しました。すると UTG プラス1のプレイヤーはベッド1500点を選択。これに対してはコールもしくはレイズの2択なんですが春ポーカー自身ポジションもないのでそこまでポットを大きくしたくはない。ということで今回はコール止めを選択。ハートを引くことを祈ってターンに向かいます。ターンは9のスペード、惜しくもハートを引くことはできず相手のアクションを見たいためここは一旦チェックで回します。さあ相手はどんなベッドサイズを選んでくるのかと思っていましたが相手はここでチェックを選択。リバーに向かいます。リバーは4のクラブで春ポーカーは最後までフラッシュドローを引くことはできませんでした。アクション的に相手が強めのエースハイを持っている可能性はあるのでそこら辺を安めに下ろしたい。無駄に打たず丁寧なベッドサイズで下ろしに行く。お前の体に悪い菌を送り込んでやる。サルモネラ菌、ピロリ菌、ヒカキン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 。間違い探しの間違い。春ポーカーブラフベッド2500点。すると相手はスナップでフォールド。この相手プレイヤーさらには相手プレイヤーのアクションを見た時にリバーそこまでタフにコールするようなプレイヤーではなかったため6000点というポットに対して2500点という安めのブラフベッドではありましたが降りるところは降りるなっていう印象でした。ナイス人読み春ポーカーというところで続いてのハンドはカットオフからエースクイーンスーツが入っています。ブラインドは現在200、400、BB アンティ400の状態で春ポーカーはカットオフから安めのレイズ900点を選択しました。春ポーカー自体はこのテーブルで1番か2番のディープスタックではありますが他のプレイヤーがショートになってきているのでオープンサイズはそれに応じて小さくなってきてます。するとこの安めのレイズに対してボタンのショートのプレイヤーが昇降すると相手はまさかのオールインではなくスタックのほとんどのチップを3ベッドに回してきました。相手が選んだサイズはリレイズ8500点。春ポーカー自身も相手がショートだとは思っていたんですが3ベッドと聞いて驚いています。相手のスタックをよくよく確認すると残り400点しかないのでもうオールインせえやと思いつつなんか怖いなと思いましたがエースクイーンスーツは降りれません。春ポーカーはオールイン、相手もそれにコールするとなんと相手はまさか全く同じエースクイーンスーツ。相手と2人でわーと言いながらもうこんなん友達やんなって思ってました。すると相手はフラッシュドローがついてもうこれ友達やんな。もう友達って言ったよなお前。お前さやったなああせっかくダチになれると思ったのにな。どうやって死にてということで春ポーカーは勝率全く同じ 50% のエースクイーンスーツ同士で負けました。おいジローラモに似てるって。チップ返してよ。続いてのハンドはエースキングオフスーツがハイジャックの状態で春ポーカーに来ています。 UTG プラス1のプレイヤーがレイズ1100点を選択。それに対して春ポーカーはリレイズ3000点を返していきました。 SB までフォールドで回って BB のプレイヤーが悩んでいます。相手のスタックはそこまでディープなプレイヤーではないのでもし4ベッド返されてもなかなか降りづらいかなっていう風に思ってましたが相手はここでジャストコールを選択。そして UTG プラス1のオリジナルのプレイヤーはフォールドを選択しました。まあこの SB のジャストコールはジャックステンズあたりだったりエースクイーンスーツなどが多いかなっていう風な印象です。というところでヘッズアップでフロップに、フロップは456のレインボーボード。春ポーカーのエースキングは完全に滑りました。というところで BB のプレイヤーがチェックを選択。春ポーカー的に嬉しいボードではないですが3ベッドにコールした相手のレンジからしても同じことが言えるでしょう。エースクイーンやエースジャック杯には春ポーカーが勝っているので素直にチェックで回しました。さらに言うと A シーズやキングスを持っていてフロップこのボードが出ると一部チェックレンジに回すこともあります。そこら辺に混ぜて相手からターンベッドをもらった場合はブラフレイズに切り替えるのもありだなと思っていたらまんまと相手からベッド3500点が飛んできました。ハイジャックから3ベッドしてそれに対して BB がジャストコール。そのレンジに4ポケ5ポケ6ポケなどはなかなかないかなっていう風に思っています。それに対して春ポーカーもセットを持っている確率は低いですがエースキングを抑えていることで A シーズキングスの主張は通ると思います。さらにはクラブ持ちリバーでクラブが落ちたらさらにブラフを継続することもできるかもしれません。シンプルにエースキングを引けたらポケットペアをまくることもできる。何よりポジションもいい。チキルな春ポーカーブラフのラインは整った。ここで大きくレイズしてテンズジャックスまで下ろしたれ。
ということで春ポーカーはここでレイズ1万1000点を選択。ここから相手がかなりの兆候に入られるので早送りにさせていただきます。春ポーカーのアクション的にエーシーズキングスと混ぜてこのエースキングも同じような動きをできたのはかなりの成長だと思います。皆さんもバリューを打つときブラフを打つとき両方なんですが、どれだけのバリューハンドとブラフハンドを混ぜた上でこのベッドをできているか、実際に自分がそのハンドを持っていて本当にブラフに回すことができるのかまで落とし込んでプレイできたらプレイの質は1段階上がると思います。さらに最後に一つ重要なのはそのロジックが相手自身も理解できるレベルかということも考えなければなりません。そんなことを話していたら相手はフォールド。あそこスター状態。人生は苦痛ですか、成功がということで春ポーカーはキレッキレの紙ブラフでポットを取ることに成功。プレイラインいかつすぎるぞ春ポーカー。はいということでね、デイ1ラストのブレイクになります。ちょっとこちら休憩所でジャズみたいなのも聴けるよ。 APT は僕の今いるテーブルにプロっていうプロがいないんですよね。高かったりはするんですけども、プレイラインとしてはねアマチュアよりかなっていうところでやりやすいです。ものすごくデイ1あと1時間ぐらいなんですけども、この1時間でできるだけチップの方を増やしてデイ2につなげたらインマネとかの確率上がるかなっていうふうに思いました。めちゃくちゃ集中してかましていきたいと思います。この日は終始キレキレなポーカーを展開している春ポーカー。こういう日は何しても勝てるぞというところで SB から6ポケが入っています。 SB から6ポケの扱いって少し難しくて、安めのオープンにはコールしたいかなっていうようなハンドというところで、対面のハイジャックのお兄さんからレイズ1200点が飛んできました。カットオフやボタンなどのハンドレンジの広い部分のオープンに関しては3ベッドをワンチャンかぶせてもいいかなというようなこのハンドですが、ハイジャックのプレイヤーにはコール止めでいいでしょう。フォールドするのは少しタイトすぎかなっていうような印象です。 BB のプレイヤーもコールして3ウェイでセット引けたら一番いい状況というところで、 BB のプレイヤーがコールして3ウェイでフロップに参ることとなりました。ここまでは理想的展開。フロップセットか345レインボーみたいな神フロップよこしてくれ。フロップはクイーン65の神ボード。春ポーカー焦らず一旦チェックで回します。 SBBB がチェックしてオリジナルのハイジャックのプレイヤーがどうするか。頼む打ってこい。ハイジャックのプレイヤーはそれなりにスタックを持ってます。前段いただくでというところで、ハイジャックのプレイヤーからベッド1500点が飛んできました。春ポーカーここでレイズをするか悩んでいますが、このドライボード一発はコール止めスロープレイをしてもいいんじゃないかなっていう風に考えています。 BB のプレイヤーもいるため、あえて悩んでるふりをしてゆっくりとコールを選択しました。 BB のプレイヤーもコールが嬉しかったんですがフォールドを選択。ヘッズアップでターンに向かいたいと思います。ターンは10のスペード。ここからはドローとかが突き出したので一旦チェックで回しますが、ベッドが来た際にはチェックレイズ体制にしようと思ってます。というところで春ポーカーは一旦チェックを選択。相手からのベッドを待っていきます。そしてここで相手から飛んできたベッドサイズはベッド2500点、かなり安めではありますがダブルバレルを引き出すことができました。先ほども言っていた通り、ここはチェックレイズを選びたいと思います。フロップに比べターンの10スペードでドローが増えたので、そこら辺と勘違いしてコールしてくれることを願います。というところで春ポーカーはここでチェックレイズ5500点を選択。先ほどのエースキングでもブラフレイズをかまされているので、相手はイラついてコールするかなと思っていました。するとまんまと相手はコールを選択。リバーもその気持ちを生かしてがっつりバリュー取っちゃるけんな。バリューを取りやすくするためにもスペードだったりストレートが発展しそうなカードはやめてほしいというところで、リバーは9のスペード。春ポーカー自身6のスペードのブロッカーを持っているため、相手のフラッシュはさほど怖くないですが、相手がフラッシュを持っていない場合でもこっちがフラッシュ完成とかを感じて相手もおじけづいてしまうリバーになっているので、あまり嬉しいカードとは言えません。負けていないにしてもバリューを取り損ねてしまう可能性があるなという風に感じました。ここは相手を引き出すチェックコール体制もいいかなと思いましたが、リバーチェックで回ってしまう可能性が高いだろうというところで、1万8000点のポットに対して春ポーカーはベッド1万1000点を選択。春ポーカーのバリューターゲットとしてはもう完全にクイーンヒット一択です。相手が多少なりとも春ポーカーにイラついてる自信があったので、クイーンジャック以上ましてや2ペアなんかを持っていたら到底降りれないんじゃないかなという風に思って高めのベッド額を選択。そして相手は悔しそうな表情をしてフォールドを選択。へこんだ顔が超セクシー。ということで春ポーカーはリバーの大きなベッドにコールをもらうことはできませんでしたが、それでも1万8000点のポットを獲得。ナイス春ポーカー。はいということでね、春ポーカー59400点でデイ2進出です。
万5000点スタートだったんでね、2倍ちょっとかな増やすことができたんですけども、キレキレなプレーできてたと思います。とりあえず明日なんで、今日は早く寝てかましていきたいと思います。ということで、お前ら明日も見ろよ。ここは一般的にチャンネル登録促すとこやけど、俺はただ